電気住職三木大雲です。本日も怪談説法を始めさせていただきます。おかげさまでですね、今現時点でも20万人以上の方が登録をしてくださってまして、中には登録はしてないけれども見てますよという方もいてくださいますけれども、この登録っていうのは別にお金がかかることでもないので、もしよかったら登録しておいていただけたら、新しい動画が上がったら、お知らせが行くようになってるみたいなので、実は私もそこら辺あまり詳しくはないんですけれども、登録をじゃんじゃんしていただければ嬉しいなというふうに思います。この、YouTube を始めさせていただいて20万人、超える少し前からですけれども、街中で、歩いてますと、怪談住職ですかとか、三木大雲さんですかって声をかけていただけるようになって非常に嬉しいなと思いますし、また、今日街で見かけたけれども声をかける勇気はなかったとかっていう、書き込みをしてくださってる方もおられますけど、遠慮なく、お声掛けください。挨拶させて、いただきますので、ぜひと思うんですけれども、実はですね、今回、私があるところに、ご祈祷行った時に少し、YouTube をしてるからかな、本を出したりテレビ出させていただいてるからかなというふうにちょっと感じたことがあったので、お話しさせていただこうと思います。これはですね、ちょっと私のお寺から1時間まではないんですけれども、車で4、50分離れた場所に呼んでいただいて、ちょっとご祈祷したんですね。で、その日の帰りになった時間になると、もう非常に大雨になりましてね。ゲリラ豪雨と言いますか、もう止む様子もないぐらい大雨になりまして。で、私はもう来る時に晴れてましたのでね、傘を持ってくるの忘れてたので、じゃあ近くでちょっと傘を買ってそれで帰りますって言うと、この施主様がですね、いや、三木住職、タクシーを呼びますんで、お寺までタクシーで帰ってください。こうおっしゃってくださるんですけども、なんせ4、50分かかりますからね、ちょっとタクシーを使うのは高額ですからもったいないので大丈夫ですって言ったんですけれども、タクシーを呼んでくださいまして、ぜひタクシーでお帰りくださいって言っていただいたので、ご好意に甘えましてですね、タクシーに乗せていただいたんです。このタクシーに乗りますとですね、このタクシー運転手さんが、どこまでですか聞いてくださいますね。で、私が京都の蓮久寺の住所なんかを伝えてますと、急に途中から、驚かれるんですよ。もしかすると私のことを知ってくださってる方かなと思って、知ってくださってるなら、怪談お嬢さんですかとか聞いていただけるかなと思って乗ってたんですけれども、この運転手さんはどうやらね、私のことを知ってくださってるという感じでもなんかないんですね。ただなんとなく私の方を見て怖がってられるんです。私もちょっと緊張した空間ですから、リラックスさせた方がいいなと思いましてね。よく降る雨ですねって言って、私がそう言いましたらね、この運転手さんが、そうですね。よく降る雨ですね。はい。そんな風におっしゃるんです。私のことが怖いのかな。もしかするとね、私の後ろに何か見えてらっしゃるのかなと思いながらも、ずっと、タクシーの後ろで、乗ってたわけです。そうしますとですね、バーッと雨が吹きつける中、車を運転していただいていると、この通り過ぎる雨を見ながら私、ふと思ったことがあるんです。一見この雨っていうのは私たちから見ると鬱陶しいですね。傘が必要ですし、足元やら服が濡れますから、こういう天気のことを悪い天気なんて言いますけどね。これ本当に悪い天気かなとふと思い始めたんです。そこで私、運転手さんに、よく雨の日は悪い天気なんて言いますけどね、これ草木から見るといい天気かもしれませんよね。なんてことをお話しした。そうすると運転手さんが、はい、そうですね。ちょっと怯えたようにおっしゃるんです。どうですか運転手さんなんかも、雨の日はやっぱりタクシーなんてたくさんお客さんがつくんじゃないですかって言うと、はい、みたいな感じなんですね。で、私そのまま話を続けましてね、雨が降ってると、いい天気悪い天気なんていうのは自分の都合ですからね。自分の都合で善悪を決めてしまう。いい悪い決めるなんてことはやっぱり悪いことですね。続けてずっと喋るわけですね。そうしますと運転手さんが、みたいな感じなんです。で、私また続けてですね、
雨っていうのはずわーっと降ってきますけども、この雨、よく考えると雨って何って考えたら、あれ一滴一滴の水がたくさん集まると初めて雨という呼び方しますね。ですから一滴のお水がポチョッと追ってくるだけではこれ一滴の水であって、たくさんの水が集まって初めて大きな雨になるわけですから、なんか不思議な感じになってきましてね。運転手さんにこう言ったんですよ。もしかするとこの降ってくる一滴一滴の雨ね、この雨一滴一滴に、あなたは雨ですか？こう聞いたときに、いやいや、私は単なる一滴の水です。多分そう答えるでしょうね。この一滴一滴の雨は自分がすごく大きな雨を降らしていることに気がついてないんですよね。だからなんか一滴一滴の雨ではなくて、あなたはこの大地を潤す大きな雨なんですよということをなんか伝えたくなってきましてね。で、私一滴一滴の雨になんか車中で手を合わしながら、あなたたちは本当に大きな役割を担ってる大きな雨なんですよなんてことを手を合わしながら、口に出して言ったんですね。そうしますとまた運転手さんがですね、気づいてない雨か、なるほどなるほどなんてことをおっしゃってるわけです。でなんかやたらと怖がられるなと思いながらも、そんな話を続けてた。そしてやがて、タクシーはお寺に着きましてね。で、長い時間ありがとうございましたって言って、で、お支払いはその施主さんの方でしていただけるということだったので、お世話になりますって言って、このタクシーの運転手さんに言いますと、タクシーの運転手さんが、お寺に着いたら、少しだけお坊さん、お時間いただいていいですかっておっしゃるんです。私のことをお坊さんという表現をされたということは、私が三木大雲だということまではおそらくご存じないなと、その時思ったんですね。そうしますと、この運転手さんが、一度お会いしましたよね。そうおっしゃるんです。で、もしかするとどこかでなんか乗ったのか何かがあったんですかねっていう話をしたら、いやいやいや、私がほら死んだ時会いましたよね。そうおっしゃるんですね。私、死んだ時これどういうことですか？よくよくお話をお聞きしますと、この運転手さん実は事故で一度臨死体験をされたそうなんです。タクシーの運転手を長年していて初めての大きな事故が命を落とすような大事故をなんと上空から見てたそうです。よく臨死体験のお話聞くんですけど、こういうこと多いですね。この運転手さんも完全に自分の体を離れて上空から自分が救出される様子を見てたそうなんです。自分は死んでしまったんだな、この事故で。そう思ったそうです。そしてずっと下を見ながら、時々この自分の魂といいますかね、視線が自分の体の方に近寄るんですけれども、また遠くなる。で、また近寄るを繰り返してたそうなんです。で、その中で、この運転手さんどう思ったか。長年車の運転ばっかりしてて、特に大きなこともしていないし、もうこのまま死んでしまった方がいいなと思った瞬間、突然お坊さんが現れて、あなたの役目はまだ終わっていないから早く帰りなさい。そう怒ったそうなんですね。で、慌てて怖くなって、お坊さんが怒るので怖くなって体の方に戻ったら意識を取り戻した。そして実は今を迎えているんです。あれ以来ですね、自分の役割は何かなっていうことを日々考えてるんですよ。そんな話をしてくださるんですね。で、その時に大きな声で起こったのは、まさに今目の前にいるお坊さん、あなたですっておっしゃるんです。もちろん私は全然、そんなの覚えてないですし、事実それがあったかもわからないですから、いや、私ですかねなんて話をしてたんですけれども、この運転手さんが、今日で答えを出してくださったんですね。ありがとうございますってお礼をおっしゃるんです。自分ではただのタクシーの運転手、長年勤めたけれども大きなことはしていないと思ってましたけれども、一滴一滴の雨と同様ですね、私ももしかすると大きな何かの一つに、なってるんではないかな。そんなことを今日感じさせてもらいましたって言ってくださるんですね。で、自分では気づいていないかもしれないけれども、私も一滴の水で生かされてるんだ。そんな話をしてくださったんです。で、何かの役に立っていて、あの時怒鳴ってくださったおかげで、今自分はあるんです。ありがとうございます。そうお礼をおっしゃってくださるんですけれども、私はそんな意識がないですからね。
で、意識はないんですけれども、自分が意識をしていないだけで誰かの役に立っている。そんなことが私たちにはもしかしたらあるのかもしれませんね。意識していなくてもっていうところが大切でしてですね、私たちはただただ毎日自分のためだけに生きているように思います。思いますけれども、自分が意識していないだけで、息をしているだけで誰かの喜びにつながっていることってやっぱり私はあるように思うんですね。ところがこの逆でですね、自分が無意識のうちに人のお世話になっていたり、人に迷惑をかけていることもありますね。生きるっていうことはおそらくそういうことだと思うんです。人に迷惑をかけたり、人の役に立ったり、そんな中で私たちは生きていくわけですけれども、中でもですね、そういう人に迷惑をかけてるかもしれない。その思いを感謝に変えて、日々自分なんかと思わずにですね、自信を持って生きていっていただけたらなというふうに思います。ということで本日も怪談説法これで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。